こんちは。4G 初めから攻略パート5です。前回はゴアマガラを撃退し、チコ村にたどり着いたところで終わりました。島戸村は高い山にあってすぐ行けないので、とりあえず村長の頼みを聞いていくよ。しかし、意図せず流れ着きましたが、ここはどういうところなんでしょうね。商人が何か知ってそうなので、まず話を聞いてみるか。ふむ、迷子にならないといけない村か。これ、一度この村から離れたとして戻ってこれるんですかね。一度認知したらいけるんじゃね？何にせよ、不思議なところだな。ところで、村長からは、ポカポカ島に行ってほしいと前回言われてましたね。とりあえずそっち売るか。ハンターなのにお供扱いされたぞ。まあまあ、アイルー視点のセリフですから。しかし野良お供か、一応、4系列特有の要素だけど、いかんせんお供を釣れなさすぎて、あんま馴染みないんだよなこれ。やり続けるとギルクエ中心になってくので、戦力的には全然足りませんしね。モンハンクロスのブメネコクラスであれば、同行させる世界線もあったかもな。とりあえず、野良お供が心配なんで、ババコンが討伐に向かいますか。初の原生林だ。ここは装備的にも重要だから、採取もやってくぞ。気合い入れていきましょう。おお懐かしい、こんな感じだったか。支給品ボックスに止まる青い蝶が印象深いです。水と緑が豊かなフィールドっていくつかあるけど、どれも個性あるよな。水没林や古代林とも、またちょっと違いますよね。さて、まず野良お供を探したいが。おそらく、中央の小さいエリアですね。じゃ、ショートカットしていこう。ここの書とか、案外知られてない気がします。私もここ来るまで頭になかったよ。より相性はこの隣です。早く行ってあげましょう。
お供もババコンガも見つかったな。ババコンガがこのエリアにいるのって、何気にかなりレア種ですよね。広さ的にさっきのムービー限定だよな。こういう隠れ家みたいなエリア、モンス不可侵なイメージですね。他のモンスターも来れるかもと思うと、キャンプとかもちょっと心配だよな。ともあれ、お供は無事だったので、ババコンガを退治しましょうか。いたいた。あまり強いイメージはないですけど、結構いやらしい攻撃してきますよね、こいつ。やっぱり悪臭状態が厄介だね。回復できないと自利品になりがち。おまけに、ガス攻撃はガードしても悪臭は受けちゃいます。なるべく一避けしていきたいところだ。さ、ここも20床エリアですね。ババコンガの飛びかかりが代表だけど、強制的に上層に移動しちゃう攻撃があるから、基本は上で戦って叩き落とすのがいいかな。敵が上層にいるとき下にいても、なかなか降りてこないことありますからね。どことなく天井に張り付くフルフルを想起させるな。まあ、追いかけられるだけマシですよ。プレイヤーが侵入できないところで時間を潰すのは初期モンハンの伝統芸だからな。最近の作品は、そういうこともなくなりましたね。当時は早く修正しろって思ってたけど、いざなくなってみると昔懐かしく感じられるもんだね。ま、それで本当に復活されても困りますけどね。隣に移動してきたよ。ここには毒沼がありますね。ババコンガが毒天狗を食べたのか、ブレスが毒属性になってるな。解毒薬を用意してないので、ブレスは食らいたくないですよ。毒沼エリア自体も毒食らうし、油断してると体力一気に持ってかれるからな。悪臭も重なると大変です。消臭玉も限りがありますし。と思ってたら食らっちゃったよ。普通に痛いんだけど。小型もいるので削りが怖いですよ。装備がまだ揃ってないので無茶はできません。今のチャーク、教会に行くまで強化できないしな。クエストランクだけ上がって装備更新するまでが一番きついよな。お金もあまり余裕がないので、他の武器種にもまだ手を出しづらいですしね。星5まで行けば、かなり幅が広がるから我慢だ。お、スタンした。ナイス兆候、疲労の好きでしたかね。こいつはラージャンと同じ骨格だから、スタンしてるの若干違和感ある。ラーはスタン耐性めちゃくちゃ高いですしね。ガジューシュは頭小さいから、みんな衝撃には弱そうだけどな。さて、もう結構削れてると思うけど。食事はこのエリアだったと思うんで、その隙をさらに狙いたいです。おお、食ってるな。このための砥石高速。兆候おかわり言っていいか？思いっきりお願いしますよ。毒沼程度じゃ、俺は止めらんねえぜ。残りましたか。しかし終わったみたいだぞ。いいですね。臨回収しつつ、追いかけましょう。その前に何をお探しで？怪力の種ないかなと。ああ、今から揃えとくの大事ですね。直接飲む分にも強いし、装飾品の材料にもなるからな。お、いたいた。ちょっと私の剣撃エネルギーになってくれ。これは通り魔。でも実際これ、結構重要なテクニックだよ。まあ、チャークは瓶がないと、ろくな寝起きドッキリ技ないですしね。瓶がないと、解放切りの斧部分の威力も下がるからね。大連続でも、1体目のモンスターで瓶を貯めて次に備えたりしますね。そう。だからこれも自然の恵みなのだよ。まあ、ハンターは殺戮が目的ではないので間違ってはないか？ほらこれでも食らえ。まだ生きてやがるか。殺戮目的じゃないよな。よーし終わった。これで、野良お供の寄り合い所に、平穏が訪れるぞ。四股村にも少し貢献できた気がします。そういや、筆頭ハンターたちはいつまで村にいるんだろうな。彼らもたまたま流れ着いたっぽいですし、すぐにでも出発しちゃいそうですよね。まあ、4人パーティーだしな、5枚1体くらい余裕だろう。あ、さっき雇ったお供、ミケって名前なんですね。図らずもメインお供と被ったな。ひらがなにしといてよかったですね。
行ったそばから筆頭たちが旅立ってしまった。で、ポカポカ島に届いた矢文によると、モンニャン隊が困ってるとのこと。ザボアザミルが当選簿してるらしい。寒いところで立ち往生は厳しいですよ。早く行ってあげましょう。そうね。ただその前に。これやっとかんと。追肥油の納品ですか？商人から頼まれたんだよ。これクリアすると2倍が増えるって。おお、一度に増やせるアイテムが倍になりますね。こういうのは、早めにやればやるほど後から効いてくるからな。あとは原生林で、怪力の種とお守りを掘りたい。謎のお守りも原生林からですね。とりあえずスロ1だけついてりゃ、だいぶ装備の幅広がるからね。追肥油のため、ズワロポスも買っていきます。こいつはあんま印象に残ってないんだよな。なんでだろう？今となっては、結構古参のモンスターですけどね。サード出身の人は印象深かったりするんだろうか。登場ムービーでドスフロギーにやられてたのはなんとなく覚えてます。さ、お守りと。序盤からやり込み要素に触れられるのいいですよね。運次第で、序盤では破格のスキル構成とかロマンあるよね。4K は探索があるので、頑張れば、回で凍傷の発動も可能です。そんな時間あるなら先進めた方がスキルの幅広がるけど。怪力の種、どこでしたっけね。オブジェクトはこれだったと思うんだが、場所まではさすがに覚えてないからな。数分回りましたが、まだ種が見つかりません。1個取れれば増やせるのに。最後見てくか。ありました。よかったよかった。お守りも掘れたし、実のあるクエになったよ。いいお守り出るといいんですが、鑑定してみましょう。おースロ1来た。ザボアの前に寄り道してよかったです。さて、早速種を増やしてと。何回か利用しないと予約できる回数が増えませんしね。そんで、余った種で攻撃時を作るぞ。今攻撃のスキルポイントが14なので、あと1で攻撃中になりますね。武器が貧弱だから、この後の差が、きっと今後響いてくるぞ。おお、無事中になりました。ナイススロ1お守り。オッケー、じゃあザボア行くぞ。モンニャン隊を救いましょう。教会に到着。またガラッと雰囲気変わりましたね。ほぼ全域が寒いから、ホットドリンクを忘れると面倒だね。キャンプの時点でかなり寒そうですが、ここはドリンク不要です。特に火を起こしてる様子もないけど、大丈夫なのかね。ベッドで回復できますけど、こんなとこで寝たら永眠しそうです。モンニャン隊は、ザボアの前にこの寒さは大丈夫なんだろうか。まあアイルーもモンスターですし、大丈夫なんじゃないですか。まあ、猫も元来野生動物だしな。ところで、教会は、ステージ外の景色すごいんだよね。このダム穴みたいな現象、自然に発生するんですかね。
教会の戦闘 BGM、これ好きですよ。当時も人気高かったですよねこれ。それじゃ、久々にザボアやってきますか。この子は氷まとったり膨れたり、いろんな姿を見せてくれます。化けサメの名にふさわしいね。氷がついた部位は硬くて弾かれやすいので注意が必要です。たった今弾かれてぶっ飛ばされてきたよ。あと、冷凍ビームがガード負荷なのでふらふら正面に立たないようにしたいです。氷あられになると、スタミナが爆速で減るから、乗りが難しくなっちゃうしな。氷まといの状態だと肉質渋いですしね。膨らんでくれれば全身弱点なんだけど、移行の条件はよく知らないよ。膨らんだらラッキー、フライに考えてます。氷は攻撃したら剥がせるはずなので、地道に狙っていこうか。あ、潜りましたね。支給品で音バクもらったから、適当に狙ってみよう。あれ、今のダメなんだ。 2回目は成功なんですね。これも条件がよくわかりません。残念ながら、ザボア君は樹海に進出できないんで、光線経験が乏しいよ。まあ、樹海で氷まとうの難しそうですしね。この子のまとう氷が環境依存なのか自分で産んでるのかは知りませんが。ドライベースの闘技場なら行けただろうな。ああ、ラグナーシュは潜ると表面の氷が冷やされてましたしね。犬種は溶岩まとってたから、あそこの地下は相当都合のいい環境だぞ。まあ、一応人工的なフィールドですし。あ、走行してたら膨らんでくれたわ。こうなるとめちゃくちゃなんかします。一応、この形態ならではの攻撃もあるけど、動きが遅い上にフライ判定も大きいので、基本的に殴り放題ひるみ放題です。何を思ってこの形態になるんだろうね。ひるんでもなかなか解除しませんし、普通にナメプでいいと思います。どこで進化を間違えてしまったんだろうか。野生動物相手なら、自分の体を大きくするのは意味ありそうですがね。なんかフクロウみたいだな。まあ、ハンターにとってはただの的なんですが。実際、膨らんでからザボアにいいこと一つも起こってないな。ひるんだり V 破壊起きたりしてます。移動してお疲れのようだ。割と削れてると思いますが、どんなもんでしょうね。これで終わるといいな。サブタゲ達成はナイスですが、まだ残りますか？案外しぶといな。あ、しかしこれは。おお、ここに来て膨れてくれるのか。結構いいやつだなお前。これは降伏宣言でいいんでしょうか？解除の時のガスが面倒だけど、それ以外こっちの利しかないぞ。しかも疲労中なので、輪をかけて動きがもっさりしています。膨らんでる方がエネルギー使いそうだけど、意外にこっちの方が楽なのかな。膨らんだことないので、わかりませんね。案の定そのまま終わっちゃった。1万年後のザボアは、膨らむ遺伝子なくなってそう。ほい、モンニャン隊無事到着。喜んだのもつかの間、今度は村長から頼みがあるとのこと。しゃあない、おばあちゃん助けと行くか。今度はガララか。原生林といえば、こいつなイメージです。あとあと、ガララの素材が必要だから、ちょうどいいや。おや、団長も話があるようですよ。飛空艇か。すげえラフに言い出したな。まあ、飛行する酒場があるくらいですし、特に珍しいものでもないんでしょう。シールドスクワールか。これが最初の属性チャークになるかな。ただ切れ味が悪いので、まだ心もとないです。そうね。もう一段上まで強化できるなら、一気に作っちゃいたいんだが。ガララは氷弱点ですが、部位によって結構ムラがあります。強属性の調出をそのうちぶち込むとして、今はとりあえずこの装備でいこう。
ガララ戦だよ。ムービーから繋がってないですが、所詮は音声が取れておらず、申し訳ないのですが、これは直後に撮った2戦目です。ごめりんこ。動画15本くらい作ってきて、初めての過ちだったよ。もっと重要なイベント戦でなくてよかったですね。ガマちゃんとの船の上の戦いとか、どうやっても再現できないからな。で、2戦目にはなりましたが、ガララも久々ですよね。そうね、ただこいつは、まともなマヒブキが作れたから、攻略中は結構通ってた覚えがあるよ。防具には、耳栓と捕獲の見極めが入るので、序盤で作っておくと便利ですね。防具関係だと、さらに重要な役割があるんだけど、それをお見せするのは少し先になるかもな。戦闘に関して言うと、胴が長いので、チャークとの相性はまあまあです。肉質は頭とか後ろ足が狙い目だけど、上質をぶち込む楽しさは上位に来るね。ただし、方向台を使ってくる上、硬直が長めなので、そこだけ注意です。一応、必殺技っぽい攻撃もあるからね。まあいろいろ言ったけど、結局はゴリ押しが最適解だと思うよ。後ろ足や尻尾を攻撃すると、よくひるむイメージです。モーションが唐突で分かりづらいから、真面目に向き合うだけ損かなって感じ。移動してきました。疲れてますね。疲れてる時は、一部の肉質が柔らかくなるんだよね。このうちに倒しきりたいですね。上質何度かぶち当ててるんで、もうじき倒せると思うけど、この尻尾振り払う攻撃、いやらしいですよね。吹っ飛んだ状態で段差を降りると、やられモーションが継続するから、非常にイライラさせてくれるよ。まあまあ、落ち着いて。この程度でイライラしてたら、心がいくつあっても足りませんよ。それ慰めになってる？そら、これで終われ。終わりましたね。お疲れ様です。チコ村の依頼にもだいぶ慣れてきたな。飛空艇作り、楽しみです。この後ちょっとしたイベントなんだけど、先に言います。すいません。そこも音取れてませんでした。BGM だけつけてごまかすので、ご容赦くださいませ。はい。というわけで大変なことになりました。 4人 PT でもダメだったのか。すぐにでも向かいたいところですが、パート5はここまでにして、次回に譲ります。筆頭の2人は無事だろうか。持ちこたえてくれることを祈りましょう。はい。じゃあ今回はここまでで。一部音声トラブル、失礼いたしました。トラブルは、次回も一部影響ありますが、重要な部分は無事でした。やあ、音声が入ってるかの確認、毎回ちゃんとしないとだな。ほいじゃ、次の動画で。またね。